ったんだろうね。はい、こちらはですね、原案君野桜子先生書き下ろしのほのかとゲストメンバーの掛け合いゼリフを紹介するスペシャルコーナーです。今までにはですね、ニコちゃんと宇宙人はいるかどうかという議論だったり、りんちゃんとね、無人島に何か一つ無人島に持っていけるなら何を持ってくみたいなお話だったり、前回はのぞみちゃんとハロウィンなんでね、どんないたずらしたいみたいな話をしましたけれども、まあ、小鳥ちゃんとほのか、まあね、長らく一緒にいるからね。そうだね。どんな話をするんだろうね。なんか相手のね、考えそうなことも分かってそうですね。そうだね。なんかどうなんだろう、温度感とかも。そのさ、幼馴染じゃない、知らないことはあるのかなみたいな距離感だしね。どうなんでしょうか。さてさて、それでは本日のシチュエーションはこちらです。ほのかと小鳥が壁ドン、頭ポンポンなど男性の萌え動作が話題になっているけど、2人はどんな動作に燃えるというお話をしたら、そうなんですね。よく聞く単語だね。壁ドン、壁ドンよく聞きますね、最近ね。私はさ、壁ドンって聞くとさ、うるさいよってほしか思えたものでもない。隣のうちからちょっとくしゃみしたら壁が薄くてうるせえって言われるみたいにね。そう怖いやつやんそれ。怖いやつだよ。そっか、へえ、男性の萌え動作ね、なんかある？うち個人的にみたいな。私ね、喉仏が好きなの。へえ。女性にはないじゃない、喉仏って。だから男性の喉仏が動いてるの見ると、おって思う。じゃあみんなウッチーの前だと意識してこうごっくんってしたりするのか。そういうことなのかな。それ面白いね。ごめん、今の言っちゃったら今度なんかうちのお渡し会とか相談、そういう人いっぱい来るかもしれない。ふとした時にだからね。ふとした時に、そう、わざとはやってじゃないのね。水をたくさん飲めばいいとかそういうことではない。そう。はい。そう。私はなんだろう。なんかはにかんで笑う人？はにかんで笑う人？笑うときにこう後ろに引いたりする笑い方が好きかもな。もう一回言って。赤面がありすぎちゃった。ちょっと照れ屋さんみたいな感じ。そう。照れてるのが好きかもしれない。キュンとしますね。はい、そんなわけで、じゃあ果たしてほのかちゃんと小鳥ちゃんはどうなんでしょうか。では行ってみましょう。えみつファイト劇場スタート。萌え動作？壁ドンに頭ポンポンって。なんか最近そういう話題たまに見かけるよね。でもほのかはそういうのはなんかよくわかんないな。そもそも私たちの学校は女子校だもんね。普段男の人と会う機会もほとんどないし。ほのかなんて一番最近家族以外で男の人と話したのは、多分一昨日買い物に行った時に近所のスーパーのおじさんに「あれ大根もう売り切れですか?」って聞いた時くらいで。やだ、ほのかちゃんってば、なんだかお母さんみたいね。お家のお手伝いいっぱいしてるんだね。偉いね。そう言われると嬉しいな。ほらもう11月でしょ。年末が近づいてくると、何？もう一回言って。年末が近づいてくると、和菓子屋は何かと忙しくなってくるんだよね。そうだよね。贈答品の需要もあるし、年末に向けてのお餅作りもどんどん始まるしね。だからやっぱりせめて買い物くらいは私も手伝わないと。さすが老舗の娘。今度はなんかかっこいい。みんなもね、あんこやきなこに飽きた時はお店で大根買ってきて、ピリッと辛いおろし餅。みんなもこの冬はなかなかおすすめだよ。はい、小鳥も今度やってみます。ということで、話は萌え動作に戻るんだけど。そうだった。ほのかってはすぐに話がですんじゃない。何？なんだって？すぐに噛んだり話が脱線したりしちゃうんだよね。まあね、小鳥はね、萌え動作って言ったら、
っておきのがあるんだ。言ってもいい？すごい、さすが小鳥ちゃん、そういうのもちゃんと知ってるんだ。聞いてみたい、教えて。小鳥ちゃんのドキドキ萌えポイント。やっぱりコスプレ大好きな小鳥ちゃんのことだから、マントをひらりと翻す白馬に乗った王子様にガツンとドキドキさらわれたいとかかな。そういうのじゃないんだな。小鳥が今世界で一番ドキドキする動作はミューズのライブでいよいよライブ本番の時とかリハーサルの時なんかもそうなんだけど、これからステージでみんな衣装の着替えをするって時にね、鏡が一つしかなくて全然自分の姿をチェックできないまま着替えなくちゃいけない時ってあるでしょ？あるある。ミューズは9人で人数多めだし、更衣室はいつも込み込みなんだよね。鏡は移動式のキャスター付きのやつが持ち込みで1台あるだけだしね。ステージ前は音源チェックとか照明の打ち合わせとか他にもやることがいっぱいあるから、いつも何かと時間がなくて、結局自分たちの身支度はもう最後の最後に大急ぎでやらなきゃいけないってなることが多いじゃない？ねえ、あれって不思議だよね。この前の文化祭のステージとかもそうだったけど、毎回次こそは時間に余裕を持ったタイムテーブルにしようってみんなで話し合って決めてるのに、なんであんなに時間がなくなっちゃうんだろうね。それはほのかちゃんにも理由があると思うけど。ごめん、そういえばあの時ほのか遅刻したんだった。それでね、着替えの時襟の詰まったハイカラーの衣装だと時々自分ではボタンの位置がよく見えなくて困る時ってあるでしょ？あるある。おまけに急いで焦ってるからなかなかはまらなくて。そういう時ね、私が何度も失敗してますます焦ってると、横から何も言わずに無言で誰かが手を出してきてスッとボタンを止めてくれるの。小鳥の両肩を掴んで正面を向かせると、そっと差し出されたほっそりした手が小鳥の顎の下で見えないうちに器用に動いて、その間ね、相手はじっと襟元のボタンを見てるから目線は合わないんだけど、お互いの体温が感じられるくらいすごく距離が近くて、なんだか恥ずかしくなっちゃった小鳥が思わず身じろぎすると、ほらじっとしててとか言われちゃったりして、小鳥もういつもどこを見てたらいいかわからない気持ちになってドキドキしちゃう。誰がほのか、そんなことしたことないよ。それは内緒。ずるい。小鳥ちゃんってばここまで来て、それって男の人の萌え動作じゃなくて、相手は女の子じゃん。だって私もほのかちゃんと一緒で、最近男の人と話したことすらあんまりないんだもの。やっぱり実際の女子高生ってそんなものだよね。私たちはスクールアイドルだもの。男の人の萌え動作なんて全然よくわかりません。これからも清く正しく美しいスクールアイドルのミューズをよろしくお願いします。はい、というわけで、今回は君の先生とても気合が入っておりまして大作でございました。ねえ、でもいいな、なんか久しぶりにこうやって小鳥としてこう長い物語を読めたから楽しかった。いやでもちょっとほのかはドキドキしちゃいましたね。まさか自分のことじゃなかったと。誰なのねえ、誰なのとね。いやー、気になるところで話が聞けずに終わってしまいましたが、はい、皆さんどうでしたか？どうでしたかね？修羅場だって。あ、そうね、若干ね。でもね、
なんかこのライブリハーサルとかのね、舞台裏とかなんかあれ自分たちのことかなってちょっとそうそう、ね思ったよね。そう、はい、こうやってリボンをスッて直したよね。いつも結構こう衣装とかもメンバー同士でこう「あげて!」とかねやったりしてるしやったりね。してる。はいね、直ちょっとしてあげたい。ねリアリティがあったね。うんはいそんなわけでほのかとことりのやりとりはいかがでしたでしょうか。以上えみつのファイト劇場でした。